ターのズンダモンなのだ。今回はスイスの最新情報を3本まとめてお届けするのだ。その前に豆知識なのだ。スイス、シュバイツという国名は、もともとチューブの一種、シュビーツ、シュビーズの名前が、同盟全体を指す呼び名として広まって定着したものとされているのだ。それじゃあ早速、今日の一押しニュースなのだ。2026年2月、スイスでの暮らしに関するすべての変更点なのだ。スイスは中央ヨーロッパの山岳地帯にあり、首都はベルンなのだ。13世紀の修同盟に始まり、1848年に連邦国家となった永世中立と関東重視の連邦制国民投票が特徴なのだ。人口は約870万。金融や製薬、時計、精密機械、観光が主要産業で、多言語文化とチョコ、チーズが名物なのだ。近年は氷河融解や物価高、デジタル化が注目されているのだ。一つ目のニュースなのだ。2026年2月、スイスでの暮らしに関するすべての変更点という記事なのだ。2026年2月、スイスでの暮らしにいくつか大きな変化があるのだ。まず2月1日から高速道路の2026年用ビニェットの猶予期間が終わり、持っていないと200フランの罰金なのだ。価格は40フランで、紙とデジタルがあるのだ。同じく2月1日から輸血歴や1980、90年代にイギリス長期滞在した人などの献血制限が緩和され、一定の待機期間後に献血できるようになるのだ。2月4日には全国の約7200機のサイレントアラーツウィスアプリの年次テストが13時30分、収録時に行われるのだ。2月20日頃からは日照り時間の伸びが1日3分ペースになり、暗い朝夕が和らいでいくのだ。2月23日にはバーゼルでスイス最大のカーニバル、ファスナハトが午前4時に開幕し、2日間の祝祭が続くのだ。さらに2月中は多くの州で学校のスキー休暇があり、家族で山のリゾートに出かける時期になるのだ。2つ目のニュースなのだ。EU、旅行困難懸念で ES 入出国システムの全面導入を延期という記事なのだ。EU は宣言権の新しいデジタルイレス再帰管理 ES の本格導入期限を2026年4月から9月に延期したのだ。ES はイギリスなど EU、宣言外の旅行者が初回入域時に指紋と顔画像を登録し、パスポートの手押しスタンプをやめて、ヨーロッパ全体のデータベースで出入り域を管理する仕組みなのだ。2025年10月12日から段階的に29カ国で稼働しているけれど、空港や港での処理時間が長い、混雑がひどいと、空港運営者や観光業界から懸念が出ていたのだ。そこで欧州委員会は、夏の旅行シーズンの大混乱を避けるため、各国が9月まで段階的導入を続けられる柔軟なスケジュールにしたのだ。3つ目のニュースなのだ。スイスの火災惨事捜査にイタリアが司法協力を提供という記事なのだ。2026年1月1日、スイスの高級スキーリゾート、クラン、モンタナのバー、ル・コンステラシオンで大火事が起き、40人が死亡し116人が負傷したのだ。その中には16歳以下のイタリア人6人が含まれ、被害者は合計19カ国に及んだのだ。イタリアは効果的な司法協力と共同捜査チームを求めて大使を一時召喚していたが、今回スイス当局が要請を受け入れ、イタリアに捜査資料へのアクセスを認めたのだ。これにより両国の捜査当局は2月中旬に技術会合を開き、協力の詳細を調整する予定なのだ。事件ではバー共同オーナーや自治体の安全担当者ら4人が刑事捜査の対象となっており、多くの負傷者が今もスイスやイタリアなどの病院で治療を受けているのだ。ズンダモン、スイスの変化や EU の EES 延期、火災捜査での国際協力、どれも暮らしに直結する重要ニュースなのだ。
ちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけない。けれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声。そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。